こんにちは、写真家の井上弘樹です。我が家の周りの雪はどんどん減っています。日中に溶けては夕方に凍ってを繰り返して、他の雪はザラメ島のようになっています。このキタキツネの足元の雪のザラメの感じ、背後ののり面はすっかり雪が溶けています。春が近いという雰囲気がこの写真から見えてくると思います。こちらは少しでも早く農作業を始めることができるようにと融雪剤がまかれた畑。ザクザクになった雪をシャベルのように大きな足で歩くキタキツネに会いました。真っ白な雪原を行く彼らの姿もいいものですが、こうやって冬の終わりを感じるような雪の上を行く彼らもいいものです。雨が降る日もちらほら出てきましたが、名残雪もまだまだ降っています。白樺とカラマツが並ぶお気に入りの木立を見に行きました。無氷が木々についた時よりもこうやって湿気のある着雪があった時の方が枝が白く見えていい感じになるかもしれません。もう何度も見たことのあるこのゼミの参加者も多いことと思いますが、この場所、今まで最も素敵だったのは2014年の晩秋でした。白樺ラインダンスと名付けたこの一枚とともに井上にとって忘れがたい記憶になっています。さて、今回の写真表現ゼミのテーマは撮影お疲れちゃん飯です。最高のシーンに出会った後で食べる美味しい撮影お疲れちゃん飯は格別です。これを極上にとって X、Twitter に上げたり Facebook に上げたりするのが井上の楽しみの一つです。この撮影お疲れちゃん飯をどうやってより美しそうに撮るのか、今回はそのコツについてお話ししましょう。撮影お疲れちゃん飯を撮影する時のコツのうち、特に重要なものを取り上げてみましょう。一つ目が光を意識するということ。二つ目が50ミリ前後で撮るということ。三つ目に背景も撮りたい。四つ目にお皿をどこまで映すのかということ。五つ目、ふわっとボケの表現を。そして最後に撮影後の編集というお話をしていきましょう。こちらはちょうど今時、冬の終わりの頃の我が家の食卓。部屋の中はストーブを消してもいいかなと思うほどポカポカで、春が近いことを感じます。朝ごはんに食べていたのは、昨年の春に家の前で摘んでいた桜の花の塩漬けを乗せた桜餅風のおはぎ。一つ目のコツは光を意識するということ。光あふれる優しい雰囲気で撮りたいときは、被写体に直接強い光を当てるよりも、拡散するような優しい光を逆光気味に空間に取り入れるといい感じになりやすいです。この時はよく晴れた日の直射日光が部屋の中に入ってこないようにレースのカーテンを閉じて撮影をしています。びっくりドンキーに行くたびに必ず注文するのがイカの箱舟。甘酸っぱい和風ソースとマヨネーズソースがたっぷりとかかっていて幸せな気持ちになります。昼間の店内では外光が差し込むこともありますが、店内の内側の席や夜の店内だと光源は各テーブルの明かりのみ。この明かりが画角の奥から、この作例だと左の奥から差し込むようにして、右奥や右手前にやや暗い部分を意識しながらイカの箱舟をテーブルに配置して撮影しています。写真の中に明るい部分と暗い部分がうまく共存することで、明るいところにいる被写体はしっかりと浮き上がって見えてきます。マヨネーズソースの焦げ目がしっかりと見えるようにピントを合わせて撮ると一層素敵な感じになるでしょう。2つ目、50ミリ前後で撮る。北海道の回転寿司のレベルの高さはここで改めてご説明するまでもないことと思います。今注目しておきたいのは撮影時の焦点距離です。この写真を見るとピントが右手前のサーモンに合っているので、見せたいものはなんとなくわかることと思います。ただ左手にはタコサラダの軍艦が並んでいて、奥には人気3貫セットや光り物、食べかけの皿まで見えてしまっていて、なんだか雑然としています。これは 35mm 版換算値で 26mm での撮影でした。見せたいものにしっかりと迫る撮り方をしておくべきだったと思います。こちらのざるそばも見ておきましょう。こちらは 35mm 版換算値で 28mm での撮影です。井上は冷たいそばが大好きでして、この盛り方にテンション爆上がりでした。さて、この作例について見てみると、山盛りな大盛りの雰囲気というのは伝わる一枚になっていると思いますが、井上の撮影お疲れちゃん飯の美意識としては、ちょっとそばのせいろが歪んでいるなという問題が残っている一枚です。そうです、広角気味ではなく、タイトル通り 50mm が井上の撮影お疲れちゃん飯にはいい感じだと思っています。
これは徳島でいただいた讃岐うどんなのですが、一つ前にお見せした山盛りの大盛りざるそば、この写真と比べてせいろの歪みが少ないのかなと思います。また余計なものがあまり映り込んでいないので、讃岐うどんの思い出に集中できる撮影お疲れちゃん飯の一枚になるのかなと思います。とはいえ、テーブルの上に載った料理のすべての記憶も残すために、広角で記録写真を1枚撮っておくというのも大切なのかなと思います。冷え込むダイヤモンドダストや冬の狐待ちをする撮影の後に美味しいのがこのラーメン。一つ目のコツでご紹介した光、ここでは左の奥の窓から差し込む柔らかい外光を意識しつつ、二つ目のコツとして取り上げているこの 35mm 板間産地で 48mm、 つまり 50mm 前後の焦点距離で撮っていることがわかることと思います。この 50mm がね、やはり安定するんですね。ただ気をつけたいのは、どんな時も 50mm 前後が良いというわけではないという点です。撮影お疲れちゃん飯以外のものが映らないように、そして歪みを嫌って 50mm 前後で撮ることが多いわけですが、時にその歪みが迫力の撮影お疲れちゃん飯に仕上げてくれることもあります。例えばこんなこぼれいくら軍艦を撮るときは 35mm 板間産地で 26mm でぐっと軍艦に迫って撮ってあげると、歪みが見えてきて、歪みがない時に比べて立体感と迫力が出てくる感じがします。50mm 前後で定番の撮影をするだけではなく、時に歪みを生かした撮影お疲れちゃん飯撮影もしていきたいものです。3つ目、背景の空間も撮るということで、こちらの冷やしたぬきつねそばを撮った撮影お疲れちゃん飯写真を見てみましょう。大学浪人生の頃から冷やしたぬきそばが大好きになった井上ですが、きつねを追いかける今となっては、験担ぎで天かすだけでなく揚げも食べておきたいところです。浪人時代に通っていた親友の両親がやってる札幌のお蕎麦屋さんそば久さんでは、いつものとお願いをすると近頃はこの冷やしたぬきつねそばを出してもらえるようになりました。これを撮影お疲れちゃん飯として撮って美味しくいただくと、次の撮影にうまくつながるような気がしてならない大切なお疲れちゃん飯になっています。さて、この写真を見ていきましょう。柔らかい外光を画面の左奥から入れて、画面の下部は少し暗い感じ。画面の中に明るい部分と暗い部分が共存するという写真の見心地に影響を与える要素が取り入れられています。また、焦点距離についても 35mm 板間産地で 52mm の撮影ですから、井上の撮影お疲れちゃん飯を撮影する定番の 50mm 前後という要素も取り入れられています。でもなんだか物足りないんです。それはこの写真に写る冷やしたぬきそばの背景のためなんです。テーブルの木目が写っているだけでちょっと殺風景な感じなことに皆様もお気づきと思います。こんな時のとっておきの撮影方法を見てみましょう。それがこちら、被写体の背景に少し遠いものを入れてあげるということです。テーブルの端に丼を持っていって、背景のボケの中にいかにも蕎麦屋さんという雰囲気の店内を入れてあげるのです。ここでは椅子の背もたれや机の足が映っていると思います。こうすることで殺風景になることを避けつつ、お店の中の雰囲気を画面の中に入れつつ、ボケのおかげで被写体が背景と分離されて見えてくるのです。背景の空間も撮るという意識が大切だと思って撮っています。子供の頃はあれだけ苦手だったというのに、40歳を超えてから妙に好物になったのがもつ鍋。出来上がる直前のひとときだけが撮影のチャンスです。ここで鍋だけを撮影してしまうと、背景のテーブルが殺風景になってしまいます。でもさっきの冷やしたぬきつねそばの丼のように、テーブルの端まで鍋を引きずって持っていくわけにもいきません。危ないです。そこで鍋の奥に追加の野菜皿を置いて、いずれ向こう側の野菜たちもこの鍋に投入されるのか、美味しそうだな、もつのおかわりしたいよねというね、この今撮ってる瞬間からその先の時間ということまでも想像できるような、言い方を変えればもつ鍋の物語を感じさせるような作り込みをしたいなと思うんですね。背景の空間も撮るという意識がここにも生きてくるのかなと思います。いいでしょこれね。はい。4つ目、お皿をどこまで取るべきなのでしょうか。ここに写ってるのは北海道美瑛町にあるチャイさんの麻婆豆腐。麻婆豆腐が大好きな井上はあちこちで麻婆豆腐を食べているのですが、この麻婆豆腐の美味しさは本当に素敵です。この写真表現ゼミに参加いただいている麻婆豆腐好きの皆さんはぜひチェックをしてみてください。料理の写真をなんとなく撮っているとお皿全体を撮りたくなってしまいがちですが、こうやってぐっと寄って撮るのも悪くないものです。カウンターに座っていたり、テーブルの向かい側に人がいて、うまく背景に奥行き感を出しながら撮影できない時にも、
料理の質感が詳細に見えるところまでぐーっと寄って撮る方法っていうのはね、結構有効です。ピント位置がかなり手前に来ますから、この写真のように背景のスープが入ったコップが被写界深度、ピントが合う範囲から外れてボケ始めています。カウンターの黒タイルに白目地の部分もボケて圧迫感が減って写っていることを感じていただけると思います。こちらは北海道で展開されている餃子のお店の三好野さん。全農感いっぱいだった井上の高校生の頃から通っています。今はあの頃の調子こきを本当に反省しています。さて、この餃子をどう取るべきか。この時はご飯と味噌汁がついてくるセットを注文していたのですが、ご飯と味噌汁よりもやはり餃子をしっかりと取るべきだなということは言うを待ちません。6つずつ3列並ぶ餃子のうち手前の列の6つだけに焦点を当てて、餃子そのものが主役の撮影お疲れちゃん飯を取りました。いつでもお皿全体、あるいは全てのお皿を取るのではなくて、その時々でお疲れちゃん飯を切り取るという意識が大切です。5つ目、ふわっとボケの表現を見ていきましょう。こちらのハンバーグ、我が家の近所にある夏カフェさんでの1枚です。最も小さいサイズでこのボリューム、素敵でしょね。何度も見てるかもしれないけど、これは井上の大好物なんです。この写真はスマートフォンのポートレートモードで撮影することで、ハンバーグにピントが合っていて、その奥がふわふわにボケるという写りを実現させています。いかがでしょうか。なんかね、夢のあるような写りですよね。で、ちなみにこちらがポートレートモードを使わずにスマートフォンでそのまま撮影したカットです。スマートフォンのセンサーはとても小さいこともあって、被写界深度、ピントが合って見える範囲が手前から奥まで非常に深くなっています。手前から奥までピントが合ってるんですね。あっさりと見えすぎな感じがあるかもしれません。改めてポートレートモードで撮影したものを見てみましょう。ポートレートモードを選択して撮影するだけで、まるで単焦点レンズを使って撮影しているような雰囲気を楽しむことができるのは便利です。でもちょっとボケすぎな感じもしますよね。井上がおすすめするのは Adobe の Lightroom に搭載されているぼかしレンズというね機能がありまして、これによる仕上げなんですね。こちらのカットはその機能を使っています。 Lightroom のぼかしレンズっていう機能は深度分析、すなわちカメラから被写体までの距離をアプリが分析して、そのボケ量をユーザーが任意に調整するというものなんですね。こちらの方がより自然な感じに映っているように見えると思います。それぞれを比べてみるとこんな感じ。スマートフォンのポートレート機能を使うとローでの撮影ができずに JPEG 形式の画像として保存されることが多いです。撮影後に画像の編集をしたいという方はスマートフォン搭載のポートレート機能ではなく、撮影後に Lightroom のぼかしレンズ機能を使うことを強くお勧めします。なお、この Lightroom のぼかしレンズ機能というのはスマートフォンでも使えるんですけども、無料では使うことができなくて Lightroom クラシックとか Lightroom の有料の契約が必要です。この点に注意しましょう。Lightroom は2024年3月現在、1月1180円で使用することができるので、写真表現の幅を広げたいのに、まだ契約されてない方はぜひ契約をして、ロー現像の楽しさやレンズのボケ味の楽しさを味わってみてください。6つ目、撮影後の編集。こちらのハンバーグが写っている撮影お疲れちゃん飯。iPhone で撮影して後に iPhone の中にインストールされていた Adobe の Lightroom のモバイル版で編集をしています。井上は一体 Lightroom で何をしていたのか、ここからはあまり気乗りがしないのですが、赤裸々にお見せしたいと思います。こちら取って出しです。撮影時はこんな写りの写真を撮っていました。気をつけるのは目玉焼きの白身が白飛びしない露出で撮影すること。右奥のテーブルのビニールクロス部分が白飛びしていても気にしなくて良いのですが、大切なのは料理が白飛びしないことです。いずれにしてもね、この写真を見て皆さんはびっくりしたかもしれないですよね。ライティングの機材を用意してバッチリ撮ることができるなら、取って出しでほぼ完成できるのでしょうけど、そうではないときは後の編集でまるでライティングをして作り込んだように仕上げなければなりません。そのためにも撮影時には後の編集のために被写体が白飛びしていない素直な写真を丁寧に撮っておく必要があるのです。それで撮ったのがこれでした。じゃあこのね、取って出しの状態からライトルームでどうやって編集してここまで持ってったのかということをね、実際にやってみましょうね。あまりねお見せしたくはないんだけど、まず一番最初にやることっていうのは明るさの調整です。だいぶ暗く映っているので明るさを調整していきます。
ね、明るさを調整してちょっとトリミングもしておきましょうね。ある程度トリミングをしておくと完成の時のイメージが分かりますからね。で、ちょっと大きさを決める。はい。で、大きさを決めたらね、今度はどうしようかな。そうね、明るさももうちょっと調整しておこうか。なんかいい感じになってきたでしょ。ちょっとね、目玉焼きのところね、少し白飛びしてる状態だけども。で、ハンバーグの質感を高めるためにね、ハンバーグの質感を高めるために、ハンバーグのところのね、シャドウを上げてきます。はい、こんな感じ。はい、で、真っ黒の部分にちょっと霞を入れるためにね、こんなトーンカーブにしておきましょうね。はい、ちょっと明るくなりすぎたかな。はい、まあいいか。で、サイドちょっと上がったの下げとこうか。サイドをね、ちょっと下げるとね、気になってくるのが、そうね、緑かな。この緑をちょっとね、青くしてあげようか。黄緑だったからね。緑を青くしておきます。はい。こんな感じ。で、ここね、レンズのぼかし。ね、レンズのぼかしを有効化。これ結構時間かかる。あ、できた。で、ほら、こんな感じでボケをシミュレートできるんですね。少なくしたり、多くしたり。ちょっとね、一番多い状態にしておきましょうか。はい。いいんじゃない？なかなかね。じゃあちょっともうちょっとこれトリミングしとこうか。こんな感じ？はい。いいね。はい。おー、いいじゃん。まあ、ちょっとずれてる。もっとトリミングする？はい。こんな感じ。トマトがちょっと目立ってくるな。トマトを少し切っとくか。下のご飯がね、やっぱり残念だよね。下のご飯が目立つからこれ切って、いいんじゃない？ちょっと明るくして、で、ハイライト下げて、目玉焼き見えてきたね。いいね。で、次にハンバーグもね、もうちょっと質感を出すために、このサイドのコントロールも大事でね、ちょっとサイド下げとくかな。はい。で、ちょっと暗くしとこうか。で、目玉焼きはちょっとさ、白くなってるから、ここだけを選択して、次にここをちょっと黄色を入れてあげる。ちょっとね、色温度を黄色の方に振ってあげた上で、少しね、暗くしとくかな。ほら、なんか黄身が透けて見えた感じになるでしょ。ね。写真は細部にね、命が宿りますからね。で、次に、なんかね、トマトがさ、色が浅くなっちゃってるじゃないね。このミニトマトのところだけを選択して、で、ちょっとサイドを上げとく。あ、いいじゃん。いい感じになったよ。ほら、トマトね、しっかり見えてきた。ちょっと暗くしとこうか。おお、トマトいい感じになったじゃん。ほら。ね。そう、こんな感じ。いいね。最後、ちょっと白くしとこうか。ね。色温度を白い方に振っときましょう。ちょっと茶色すぎたからね。もういいんじゃない？はい。露光量もちょっと上げて、最後の調整でね、これね。ほら、前と後、いい感じでしょ、これね。っていう感じでね、やるんですよ。そうすると、こういう写真が仕上がっていくということなんですね。はい。今回の写真表現ゼミいかがだったでしょうか。最高のシーンに出会えた後で食べる美味しい撮影お疲れちゃん飯を写真表現の中でいかにして消化させていくのか。今回のゼミを通してそのヒントをつかんでいただけたのかなと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきたいと思います。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。